プロシアの歴史15、ウィッテルスバッハへの嫁入れ。前回は後継者がないままに統治者を失ってしまったユーリヒ・クレベスバーグ。誰がユーリヒ・クレベスバーグを引き継ぐことになったのかというところで話を終えました。正直、ここまでの婚姻関係は大変複雑になってしまって、状況を把握しきれません。ウィッテルスバッハへの嫁入れが少しでも分かりやすくなるように、他の要因はなるべく省いて、婚姻関係に絞ってプロシアの歴史14を振り返ってみようと思います。まず、ウェッティンからヘッセンへ嫁入れがありました。このお嫁さんとフィリップ・ザ・マグナニマスの間に生まれた娘のうち、1人はウェッティンに、1人はウィッテルスバッハへ嫁入れしました。ヘッセンのフィリップ・ザ・マグナニマスは、これらの結婚を土台とし、シュマルカルデン同盟をまとめ上げ、シュマルカルデン戦争が始まりました。シュマルカルデン同盟戦争への対抗策として、ハプスブルクはフェルディナンド一世の娘のうちの1人をユーリヒ・クレベスバーグへ、1人をウィッテルスバッハへ嫁入れさせました。最終的にシュマルカルデン戦争はアウグスブルクの平和によって終結しました。アウグスブルクの平和後、最初の動きはヘッセンでした。フィリップ・ザ・マグナニマスは娘を再びウィッテルスバッハへ嫁入れさせました。今回の結婚相手はウィッテルスバッハの本家筋ともいえるパラティネイト選定公でした。これに反応したのがウェッティンでした。ウェッティンはアウグスブルクの平和の立役者であったにもかかわらず、モーリスが残した娘をウィリアム・ザ・サイレントと結婚させました。オランダに接近したかったのだと思います。この2人の間に生まれたのがナッソンのモーリスでした。そして80年戦争、オランダ独立戦争は始まりました。ナッソーのモーリスは生まれましたが、ウェッティンはオランダと良好な関係を築くことができなかったようです。とはいえ、ウェッティンはまだオランダを諦めていなかったと思います。オランダへ接近するためにウェッティンができたであろう結婚にはどんな相手が考えられたでしょう。オランダ独立戦争はすでに始まっていました。ウェッティンが再びオランダへ嫁入れするのは難しかったと思います。アウグスブルクの平和があった以上、ハプスブルクを差し置いてウェッティンがユーリヒ・クレベスバーグへ嫁入れするのも難しかったと思います。少しでもオランダに近づこうとするなら、残された選択肢はヘッセンかウィッテルスバッハだったように思えます。ウェッティンの選択はウィッテルスバッハでした。相手はパラティネイト選定公の弟でした。オランダ独立の勢いが弱まることはありませんでした。オランダ独立戦争でオランダが優勢になるにつれ、ユーリヒ・クレベスバーグの動きも慌ただしくなりました。まず、娘1がホーヘンゾーレンへ嫁入りしました。続いて、娘2と娘さんがウィッテルスバッハへ嫁入りしました。姉妹の結婚相手は、ウィッテルスバッハのウルフガングとフィリップ・ザ・マグナニマスの娘の間に生まれた2人の兄弟でした。この兄弟姉妹の結婚の間に、ユーリヒ・クレベスバーグを治めていた息子1が亡くなりました。後を継いだのは息子2でした。娘4は早くに亡くなっていました。娘5はまだ結婚していませんでした。ついでイングランドの援助を得て独立を確実なものにしていたオランダが野心的で大胆な結婚を実現させました。ウィリアム・ザ・サイレントの娘がユーリヒ・クレベスバーグを飛び越えてウィッテルスバッハへ嫁入りしたのです。結婚相手はパラティネイト選定公とフィリップ・ザ・マグナニマスの娘の間に生まれたフレデリック4世パラティネイト選定公でした。このことはオランダが軍事的のみならず結婚・外交政策においてもハプスブルクに対して反転攻勢に出始めたということを示唆していたように思えます。イングランドやフランスがオランダの独立へ介入したのはハプスブルク、ひいてはスペイン・ポルトガルに対してイングランドやフランスが新世界における覇権を勝ち取らんがゆえだったように思われます。オランダ独立と新世界覇権争い、どちらにおいてもイングランドとフランスの影響力は大きなものになっていたのだと思います。ここからは想像でのお話になります。ハプスブルクとウェッティンの間でユーリヒ・クレベスバーグをウェッティンに引き継ぐ。この
考えが出始めたのはこの頃だったのではないでしょうか。もしユーリヒ・クレベスバーグがウィッテルスバッハの手に落ちたなら、オランダは独立するのみならず、オランダ、そしてその背後にあるイングランドとフランスは、ウィッテルスバッハと共同して、さらに大きな対ハプスブルク同盟を作り上げてしまうかもしれない。ハプスブルクはそんな危険を感じていたと思います。事実、1608年、ウィッテルスバッハはプロテスタントリーグを発足させました。ハプスブルクとしては、ユーリヒ・クレベスバーグをウェッティンに任せて、少しでも独立後のオランダ領土を小さくしたい。ウェッティンの勢力圏内にオランダへの道を確保しておきたい。ウィッテルスバッハの力を弱めたい。こう考えていたのではないでしょうか。オランダとウィッテルスバッハ、ウェッティンとハプスブルク、それぞれが組になった動きに、ホーヘンゾーレンも鋭く対応しました。ユーリヒ・クレベスバーグからプロシアへ嫁入りした娘1が産んだ姉妹を、ホーヘンゾーレンの息子と父が嫁にもらったのです。ホーヘンゾーレンはプロシアとブランデンブルグを一つにまとめ上げつつ、オランダへの足場固めを行っていたように思えます。ホーヘンゾーレンを強化するためのプロシアとブランデンブルグの息子と父の結婚、その間にあった1601年のユーリヒ・クレベスバーグの娘5の結婚。結婚相手はハプスブルクの男性でしたが、彼には正式なハプスブルクの相続権がありませんでした。これはハプスブルクがユーリヒ・クレベスバーグをベッティンに引き継がせるための下準備として行った結婚ではなかったのかという想像を前回試みました。今回はそこへその時期はオランダがウィッテルスバッハへ嫁入れを行った頃ではなかったのかという想像を付け加えました。そして1609年、80年戦争とユーリヒ・クレベスバーグにおいて大きな出来事が発生しました。80年戦争においては12年間の休戦が決定し、ユーリヒ・クレベスバーグにおいては息子2が後継者のないままに亡くなってしまったのです。これがプロシアの歴史14のあらましだったと思います。そして話は今回の冒頭の疑問に戻ります。では結局、誰がユーリヒ・クレベスバーグを引き継いだのでしょうか。ここまで想像論を交えながら見てきたように、ハプスブルクはユーリヒ・クレベスバーグをウェッティンに渡そうと考えていたように思えます。これに同意できていたのはウェッティンだけだったようです。ウィッテルスバッハもホーヘンゾーレンも自分こそが正当なユーリヒ・クレベスバーグの後継者であると主張して譲るところがありませんでした。話し合いでは結局ハプスブルクとウェッティンに有利な裁定にしか終わらない。そう判断したウィッテルスバッハとホーヘンゾーレンはドルトムントリセッションという協定を結ぶと、この2社でユーリヒ・クレベスバーグを共同管理する体制を築いてしまいました。ハプスブルクには彼らに対抗できるほどの軍事力はなかったようです。もともとウィッテルスバッハはオランダと連携しながらユーリヒ・クレベスバーグを、ホーヘンゾーレンは単独でユーリヒ・クレベスバーグを支配しようと考えていたはずです。なぜ彼らは協定を結ぶことができたのでしょうか。この事態をオランダはどう捉えていたのでしょうか。そのことについては次回考えてみたいと思います。今回は以上です。ありがとうございました。